はい、皆さんこんにちは、田上ルナです。今日はですね、いつもエピックのジュエリーを作ってもらっている職人さんからいただいたこちらのシャンパンとともに質問に答えていきたいと思います。いつものごとくこういう感じで質問を紙に書いてきたので、それの質問を読みながらはい答えていきます。で、丁寧に、できる限り答えていきたいなというふうに思います。この前の「ポップアップ東京ギャルズさん、ありがとうございましたそこでもらった、誕生日の時にですねいただいたバスボムがあるんですけど、この今日ちょっと用意してるんですけど、このバラのこちらのバラちゃんを入れていきたいと思います。これはローズジャムバブルルーン。バブルってことはあれかにあれ泡ってこと？ Yes!泡を作っていきます泡やったかも。これちょっと待って、かわいいありがとうございます、本当に。イエーイ。ちょっとアームロッド大好きなんですけどめっちゃかわいい、めっちゃいい匂い、ローズの匂い。ありがとうシャンパンもいただいたので、職人さんありがとうございます。開けたいと思います。居酒屋にいた時もいただいたんですよ。ストーリーにもしたんですけど、びっくり。なんか酒好きと思われてるからやめる。Yes! Oh my god 3321だけでめっちゃ嫌なんやけどごめん。イエーイ24だよ予想外の開け方。ありがとうございます。いただきます。ちょっとね、シャンパングラスとかないのでこれで入れます。これぐらいにしときます。じゃあ乾杯。ぜひお問い合わせください。飲みやすいです。あんまりシャンパンとか飲まないんですけど飲みやすい。このパッケージのシャンパンです。めっちゃ可愛いよね。ありがとうございます。24歳ですこう見えて。じゃあ飲みながら答えていきます私が今から言うことは私の意見です。はい、なのでみんなは同じかどうかもわからないし、同じところもあるかもしれないし、違うところもあるかもしれないので、そこは私の頼むルナの意見ということでよろしくお願いいたします。はい、まず1問目。バチボコメンブレひどいので一言ください。新卒看護師です。食べて飲んで寝るニャンマインド、それです。次、彼氏と旅行行ったりどっかに泊まったりするとき予約を私がして私が先に払うみたいな感じで、私はこれ結構嫌、少しはしてよって思う。わかります。私も同じ同意見です。でも私の場合は結構彼が先にしてくれることが多いし、調べ物も率先してやってくれるからラッキーなんですけど、でも私もどっちかというと友達と一緒に旅行行ったりとかする時とか結構率先してやりたいタイプ。なんかこういうとこ行きたいとか調べるの好きだし、なんか全然そのホテル先に取るよとかでも苦じゃないタイプです。なのでするんだけど、しなさすぎたら嫌なので言いますね。その時は言ったらいいと思いますよ。普通に。そうだって、なんでこっちばっかりなんか楽しみじゃないとか思うやん、何でもいいとか言う人。そうなので言った方がいいと思います。そういうのは毎回それだったら嫌。なんかたまにとかだったらいいんですけど嫌です。言ってください、ぜひ。次、彼氏が女友達と男友達と遊びに行くのは強がっていいよって言うけどなんか気になっちゃうのつらい。そういう時ありますよね。強がって別にいいよみたいな、別に行ってくればとか言うんだけど、心の中では誰と行ってんのかな、何時に帰ってくるのかな、メンバー何3対3やばくねとかあったりすることも確かに分かります。でもそれも強がらずに今日誰と行くのとか何人いるのとか女の子いるのとか普通に聞いたらいいと思うし、それを日常化することによってなんかそれがだんだん不自然じゃなくなるから、日常的にそういうの別に普通の会話じゃないですか。その誰と行くのとかいうのも別にいいと思うので、強がらずに一回聞いてみたら次からまた聞けると思うから、
まあね、聞いてもね、女がいると言った時点でというふうにちょっとなんかなんかすんなり 100% でいいですよ、いってらっしゃいというふうには言えないところもあるかもしれないけど、でも聞かないよりはさ、メンバーを聞かないよりはマシじゃねってことで、まあ聞いた方がいい、それが一番無難かなと思います。気にしないということは無理なんでね、こっちが気にさせんなということです。はい、次、将来の夢が決まらない。どんどん進路が迫ってくる。もう進路が迫ってこようが何にしようが、別に無理に自分の夢を今決めることはないと思うんですよね。そりゃ今何歳か分からないけども、20歳とか21、22とかの時は夢がなくて当たり前というか、したいこととか分からないっていうのが当たり前だと思うんですよ。中にはいると思うよ、ずっとこれがこういうのをするのが夢でとか、これになるのが夢でっていうのはある人もいるけど、ない人の方が多いと思うんですよ。ある人の方が逆にすごいなってるのは思うので、なくて当然ですので、冷静にね、今やりたいこと、今何をしたいか、今ちょっとでも興味あることに行ったらいいと思います、私は。はい、先輩から、24歳の先輩からですだから焦らなくていいということです。はい、次、親友と友達辞めたいんだけどどうしたらいいですか。親友だから仲いいのにこれ嫌とか言えなくて、ずっと一人で傷ついて絶対友達辞めるべきなのに、これも親友だからこそ言えないっていうか、こう溜め込んじゃうっていう部分はやっぱりあると思うんですよ。てか私もあるし、ちょっと一回休憩っていうか飲まして素晴らしい。はい、すいません。ルナだったら距離を置くか、もう自分が嫌じゃない方向に持っていくってことですね。しかも傷ついてまでしてるんだったら友達を辞めるというか、もう別にその人と友達でいる意味なくないですか。自分が傷つけるだけなのになんで友達でいなきゃいけないのというふうに私は思うんですけど、友達辞めるべきっていう、もう結論この子の場合は出てるわけなんですよね。なのでそうやって思っているならばシンプルです。答えは友達を辞めるべきと分かっているなら辞めたらいいと思います。はい、まあそれができないからね、ちょっとこうやって悩んでるんだと思うんだけど、ルナだったらそうする。ルナの意見はそうです。次、ルナちゃんは好きなことをどのようにお仕事にしましたか。はい、この質問結構来てました。お仕事系、進路が決まらないだとか夢がないとか、ルナも進路に迷ったこともあったし、自分って何がしたいんだろうっていう風に迷ったこともありました。なんですけど、アパレルブランドをずっと自分の持ってやりたいなと思っていて、それがずっと結構前からあったんですよね。でもそんなこと無理だろうって自分の中で思ってたの。そんなことできるわけがないみたいな自分が。だけど私の夢はこうですっていうのをなんか誰かに伝えていったりとか、自分で紙に書いて目視することによって、それを見ることによって、なんかじゃあこれを叶えるためにはこうしないといけないとか、じゃあこれが必要だとか、こうしないといけないっていうのがだんだん見えてくるのよ。人で言っちゃえばもうなんかなんていうの、プライドもそこはプライドなんですけど、あの子言ったのに全然してないとか思われるのが私は嫌なので、しようっていう気になるから、もうどんどん言いふらした方がいいと思う、自分の夢を。私だったら今後のエピックをもっと頑張りたいとか、アパレル展開したいとか、キティちゃんとコラボしたいとかいうのを声に出して言うんですよ。だったら結構夢に近づけるというか、自分のしたいことも明確になるし、そう好きなことができると思うので、好きなことをお仕事にするっていうのは結構難しそうに見えて意外と簡単なところもあります。自分次第で答えになっているかにゃ。次、過ちを何度かしてしまって彼氏の信頼を失ってしまいました。どうしたらいいでしょうか。どういうこと、何をしてしまったのかしら、この子は。過ちを犯してしまった。信頼っていうのはね、結構戻すの大変だし、一回失った信頼は戻ってこないんですよね。絶対にというほど戻ってこないし、もうよっぽどのことがないとやっぱり信頼って一回なくした信頼って元通りに戻ってこないものだと思うので、彼氏があなたのことをね、にゃんこのことを信頼しようとして、もう一回信用しようとして信じてくれていて、でまたチャンスを与えてくれてるなら、それに精一杯しがみつくというか、それを精一杯やるべきだと思います。信用されるようなことはもう諦めた方がいいと思う。そう思うんじゃなくて、信用を失わないようにこれからしていかないといけないと思う。
一回やったことはもうしょうがないし、もう過去のことなのでもうしょうがないと思うんだけど、それでもまだチャンスをくれているんだから、それに乗っからないといけない。ちゃんと好きならそうだと思います。私は今までどんどん信頼いっぱいいっぱい信頼してきたのに、その一つのことでね、もうパッってなるので怖いですよ、信頼というのは。次、もっとお金を稼ぎたい。私もです。それは全人類そうなんでしょうか。お金を稼ぎたい。やっぱね、お金に余裕がある人は心にも余裕があるので、心に余裕がない人って大体お金に余裕がないというか、なんかそういう感じだと私は思っているので、お金を稼ぐためにはどうすればいいのか、それもさっきと被るんだけど、そういうのを考えてみんなでメイクマネーして経済回してぶち上げてこうみたいな感じで頑張りましょう。皆さんならできます。経済回せます。はい、次。やっぱ愛嬌のある子って得するなってすごく感じるんですけど、どうしたら愛嬌ある子になれますか？私は結構自分で愛嬌がある方だと思うんですよ結構愛嬌魂、なんか愛嬌魂というか、もうこれは本当にもう小さい頃からのもう身についてる習慣、癖というか、誰にでもいい顔しちゃうというか。だからね、中学の時になんか八方美人だよねって言われたことがあって、なんか私的には結構それがショックで、なんか自分は良かれと思ってこうやってることを八方美人というふうに言われたことがめちゃめちゃ結構ショックだったんですよ、中学生なりに。愛嬌のいい子が確かに得はすると思います。私もどうなんやろ。でもそれってなろうと思ってなれるもんなんかな。なんか自分で生まれ持った性格というか個性だと思うので、別に愛嬌がないからなんとかとかいうわけじゃないので、でもね、いろんな面接だとか初対面の人と会う時とかはやっぱ愛嬌は大事だと思います。愛嬌いい子がやっぱモテるしね。良すぎたら八方美人って言われるし、もうどっちみたいなもうどっちに行けばいいって感じやけど、愛嬌ある子になるにはね、やっぱいつもニコニコ笑顔、ニコニコしてどういう会話でも入っていけるような子がやっぱ愛嬌あるっていう風に見られやすいし、感じのいい人に見えますよね。愛嬌先輩からの伝言です。アドバイスです。次、彼氏と別れちゃう未来考えて泣きそうになるくらい好きです。わかりますなんかわかります。めちゃめちゃわかります。もうね、好きすぎて、そういうなんか来てもない未来まで考えちゃうっていうのすごく分かって、もうそんなこと全然ないのに、そういう予兆もないのに彼氏が私と別れて他の女の子と歩いてたら道嫌だなとか、どういう反応しようとか、そういう時に道端であったら別に起きてもないのに、そういう気配もないのに、そういうことばっか考えちゃうことも分かります。めちゃめちゃ分かる。それぐらい好きだよね。分かります。分かる。共感。次、露出すると周りにいろいろ言われて嫌な気持ちになります。ルナちゃんのマインドを教えてください。これもね、すごい結構にゃんこあるあるというか私あるあるなんですけど、やっぱね、それなりのそうやって露出した格好だったりとか奇抜な格好をすると、それは言われますよね。言われるし、目線もすごいです。電車とか乗ったり、道歩いててもそうだし、みんなやと思いますけどだけどね、やっぱそういう見ちゃう人もいるので、てか私でもめっちゃ奇抜な格好してたりとか、めっちゃなんかこう可愛い格好してたら見るので、だから可愛いと思ってんだなって、なんか目立つんだなみたいな、私がだからみんな見てるんでしょ的な感じで思ってます。そういうマインドで生きてるし、そうじゃないとやっていけなくねそして特に田舎の方の電車とか乗ると結構すごい、なんか近鉄7線近鉄7線とかやばいかなと思います。私たちは悪くないので、決してそういうこと。次、大好きだった人と今日別れました。振ったのは私からです。たくさん愛情を受けていろんな経験をさせてくれました。でも言い合いになるとモラハラ気質になって感情をコントロールできなくなるような人だったので、それが次第に辛くなりました。なので今後のことを考えて振りました。今罪悪感とか寂しさとか悲しさがすごく強くて辛いです。相手の気持ち考えたら本当に泣きそうになります。この感情どうしたらいいのかわからないです。
それ別れた時も辛いですわよね。でもやっぱりモラハラ気質で感情コントロールできなくなるような人で、それが次第に辛くなってきた、もう自分がね辛いと感じて別れを決めたんだから、もうそれを突き通さなければいけないし、今私たちそのにゃんこにできることそれだと思います。私はやっぱりさ、別れる時を切り出す方もめちゃめちゃ勇気がいるし、だって向こうはさそうやって別れたくないと思ってるのに、こっちは別れたいと思ってて、まあ言ったらわがままというか、向こうの意見も聞かずに別れをこっちが告げてるわけじゃないですか。だからそれはこっちも悲しい気持ちになりますわよね。ですけどやっぱり自分が一番大事なので今は。なのですごい勇気、にゃんこのすごい勇気に感謝というか拍手を送りたいです。本当にすごい。だから、まあ、今は本当に辛いと思うし、まあでも1ヶ月も経てばね、情とかいうのは多分だんだん消えてくると思うし、慣れてくると思います、今の環境に。だから今を突っ走って今が一番辛いと思うので、今を突っ走って全力で駆け抜けてください。そしたらすごいいい未来が待ってるし、もっといい人が現れるかもしれないし、もっといいことがあなたにはきっとあると思うのではい頑張ろう。どうしても辛い時はもう泣いていいと思います。ワンワン泣いて友達とかに話してもぶち上げて、でまた泣いてぶち上げて、もうそれの繰り返し。今のこの1ヶ月はね、とりあえず1ヶ月我慢しよう。1ヶ月絶対にメッセージとか電話とか送っちゃいけない。そう負けだよ、送ったら本当に負けになるから意味がなくなる、この辛いのが今だから絶対に送ってはいけないし、だからにゃんこが頑張らないといけないんですよ。今は辛いけどね、そう頑張ろう、一緒に頑張ろう。次、彼氏としてはめっちゃいい、レディーファースト、彼女優先、めちゃくちゃ甘やかしてくれるけど、人としてはな人、めちゃくちゃアホ、食べ方汚い、人を騙す。どう思いますか？彼氏としてはめっちゃいいのとこ、レディーファーストだったり彼女優先とかめちゃくちゃ甘やかしてくれるっていうのは誰にでもできることで、頑張れば意識をちょっとでもすれば誰にでもできるんですよ。なんか極端に言うと、あなたのことを好きじゃなくてもできます。このことは食べ方汚いとか人騙すってか、そういう根本的なこと、人としてダメなことでって思ってるなら、私はノットです。そういうところって変えようと思っても変えれないし、その人の持っている性格だし、その人の気質なので、それはだからね、変えるの結構難しいと思うので、そこに期待してもダメ。そこが逆なら全然いいと思う。なんかそういうところはちゃんと人としてはめっちゃいいんだけど、彼氏としてはねの方がまだいい。私はノットです。すいませんけどと思います。次、パワハラ&ブラック企業すぎて仕事辞めたいです。いいですか？いいと思います。よく頑張りました、そんなパワハラブラック企業で特に私なら辞めていますね。もうパワハラと思った時点で辞めます。辞めますって、それでいいと思います。月に何百万も稼げるとか、そういうのなら話は別ですよ。お金のために頑張ろうってなるんだけれども、そんなんじゃなくて、何も取り柄ない企業だったら働く意味ありますかみたいな、自分の時間の方が大事なんですけどってなるので、とりあえずやめます。はい、私はね。はい、次、周りに可愛い子多すぎて自己肯定感とかめっちゃ低いんですけど、上げる方法ありますか？可愛い子はもう死ぬほどいるので、腐るほどいるのでインスタを開けば、はい、可愛い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 、もうそういう世界なんですよ今は。自己肯定感低くなる時もあるわよね。上げる方法っていうのは、自分が自信が持てるような服を着たりとか、自分が自信持てるメイクを研究したりとか、それは別に何でもいいんですよ。ルナだったら服とかお気に入りの服だとか、メイクとかで気分が上がります。自分って今日可愛くねっていう風になる、髪型とかそういうので、それは人それぞれ何でもいいですけど、とか SNS に上げる写真をちょっと盛れる角度を探してみたり、研究してみたりとか、それで自分ってめっちゃ可愛くねみたいな、いけんじゃんみたいな感じで思ってるのは、自己肯定感を上げるようにしてるというか、それで上がります、勝手に自分に自信がつくような、自己肯定感が上がるようなことを探して研究したらいいんじゃないかなと思います。次、彼氏の元カノが可愛くてしんどいです。気にしないとか、今カノの方が勝ってるとかじゃなくて、この元カノ系めっちゃ来てました。元カノ系はねやっぱ多いね。元カノが可愛いとか、逆もいました、元カノがブスとか
しても嫌なんですよ、元カノという存在がね。うちら女子からしたら敵というかでもよく考えてみて、にゃんこたちの元彼の今カノ、もしくは今から付き合う彼女、元彼のですよ、もう同じように嫉妬すんなよ。うちら可愛いから、あこんな可愛い子彼女だったんだって思わせるんですよ。だからね、それっていうのはもう循環してるし、もうぐるぐる回ってる、もうみんなそう思うことであるから。じゃあって考えたら、なんかルナじゃあ別にまあそう与えてるしなみたいな、なんか自信つきませんはい、自信つくので、なんかそういう風に思ってます。先輩。次、自分の未来が見えないです。全部マイナスのこと考えちゃう。未来なんて見えなくて当たり前なんですよ。誰も見えないし、ルナだってもう何秒先のこととか何分先、これ何時間先のこともわからないです。未来のこともわからない。だけどやっぱやりたいことはルナはあるし、夢があるので、自分の中で頑張れている。だから自分の未来が見えないのは正直当たり前というか、みんなそうだと思いますので、そんなにマイナスに考えなくてもいいと思うし、本当にさっき言ったけど、今やりたいことを一生懸命やる。目の前のこと、だって今やりたくないことやっててもさ、思んないじゃん。そんなにすぐやめたくなるやん。だから今やりたいことをやるのよ。それが一番。遅いとか早いとかないので、よろしく。先輩。次、友達が自分のこと舐めてて他のこと違う対応してきます。どうしたらいいですか？ルナもね、何でか知らないんですけど、友達に結構舐められがちというか、なんか結構人類に舐められがちなんですよ。でもそれってにゃんこが優しいと思うの。優しすぎるのよ。だから舐められちゃうし、この人には言ってもいいんだみたいな、この人には言っても怒らないし何も言わないし、だからいいんだって思われちゃうんですよ。その気持ちめちゃめちゃ分かる。ルナもなんか、ルナって怒らないよねとか中学の時言われたことあるし、ルナだったら何でも言えちゃうとかも言われたことあるんです。はと思ったけど、心の中では。でも別にそんな体力も使いたくないし、あなたは別にその友達じゃないので、そうだよねみたいな感じで流しとけばいけるかなと思ってるのは、そういう風に対応してきました今まで。でもそれが原因で舐められてるのよ。もう原因は明確。自分のことを舐めるような人とは一緒にいなくていいと思うし、友達じゃないし、そんなの友達じゃねえよって言ってあげたら。次、攻撃してこないから害は特にないけど、言動がいちいちストレス溜まる小バエみたいな人間いる。なんか自分とやっぱ根本的に合わない人っているじゃん。なんかこの人別に嫌な人じゃないし悪い人じゃないんだけど、合わないなみたいなとか、こういうこと性格の子合わないなっていうのは誰にでもあると思うし、全然おかしいことじゃないよ。なるべくその子には近寄らないようにしてもう距離を置くことが一番いいと思います。距離を置けない環境ならば、なんかしょうがないよね、耐えるしかないよね自分もね、そういう風に小バエって思われてるかもしれないし、だからもうこれを言えばキリがないんだけれども、いますよね、わかります。次、年取るにつれて自分と合わない人とは縁を切る感じにしてるけど、それはそれで寂しくもあるのね。だってさ、めっちゃ中学の時とかさ、高校の時とか遊んでたりとかする友達とやっぱ連絡を取らなくなったりとか、あと久しぶりに会ったらなんかちょっと変わったなとか、お互い変わったと思うんですけど、ちょっと会わなくなっちゃったっていう人とはやっぱもう遊ばないし、今後も連絡も取りたくないと思うけど、それってやっぱそれでいいんやけど悲しいよね。前は仲良かったのにとか、なんかいつからこうなっちゃったんだろうっていう風には思うのめちゃめちゃわかる、でもそれが人生、でその人がやっぱ合わないなと思った人がいなくなればまた新しい出会いがあるので、その度にそれを大事にしていこうということでね、合わなかったら合わないでいいのよ。今合わないだけだから、またそれがね10年後とかにあって、なんかめっちゃ意気投合しちゃったとかもあるかもしれないし、ただ今が合わないだけ、今のマインドとか今のその生活だとか今のこの感性が合わないだけだと思うので、寂しくもあるけどそういうもんですね。先輩。次、
ルナちゃんって数年後何になってて何の役に立ちたいっていう具体的な夢って明確ですか？うち21歳になってフリーターとして働いてるんだけど、パパママにやりたいことを話しても何がしたいか見えないってずっと言われて、なんなら反対されそうで何がしたいかちゃんと言えてないっていうのが事実で、つまり親はやりたくなくても安定した仕事に就いてほしいのに対して、うちは今やりたいことを全力でやってみたいことはやる精神なの。ここ数年このことで悩んでるけど時間無駄にしたくないよ。ルネタの話聞きたい。まあそれは自分の娘たちがちゃんとお金を稼げて自立して自分でご飯食べていけるようになってくれるのが一番いいと思うから、ちゃんとそういう仕事に就いてほしいっていう家庭もある、そういう家族もいるかもしれない。何かやりたいことがあるのかな、この子は。何かこうやりたいことがにゃんこはあって、それをやりたいって言っているのに、なんか「いやそんなのやめときなよ」とか言われるっていうことなんかな、これは。多分パパママも何がしたいっていうのが明確じゃないから、にゃんこがそれで心配になると思うのね。ちょっとずつでも結果を出したりだとか、こういうことできたよとかいうのを報告して、そういうなんか成功をちょっとずつね、ちょっとずつ成功している姿を見せたら、なんかだんだん安心してくるんじゃないかなと思って、私はそうしてる。今やりたいことを全力でやってみたいことをやるっていうのはめちゃめちゃいいと思うんだけど、それが何かをちゃんと話してあげるか態度で見せるとか、それが何で見せるかはその人それぞれによるんだけど、まあそれを収入で見せる人もいるし、行動で見せる人とか、こういうことできるようになったよとか、そういうのを報告したりとか、なんかそういういろいろ方法があると思うんだけど、そうしたらだんだん認めてくれると思うし、やっぱ応援してくれると思うんですよね。だからそれをもうちょっとにゃんこが頑張ってみたらもっといいんじゃないかなっていうのも思うし、時間も無駄にならないと思うし、だから別に今夢を決めろと言ってるわけじゃなくて、今やりたいことがないなら、やりたいことがないっていうか、その夢何をしたいかだよね、本当に。だってさ、夢がない人もいるし、今後ずっと夢がない人もいるわけじゃないですか。なんかただ結婚をすることが夢だとか、なんかそれもそれでいいと思う。じゃあそのために何をするかっていうね、まあそれは恋愛になるからちょっと話は別になるけどさ、なんかそれが伝われば応援してくれる立場になるんじゃないでしょうか。次、周りと比べて友達少ない自分に病んでる。みんななんでそんなに遊べる友達いるの？わかりますルナなんて、いや本当にね、てかさ、ルナってね、本当に友達がいないわけ。腹立ってくるよね。なんでみんなその友達いるのみたいな。そう彼氏がいるのでルナはまだラッキーかなと思う。彼氏と遊べるし、彼氏に写真撮ってもらえるし、彼氏で何でもできるのでそれは得だし、よかったなと思うけど、彼氏いなかったらマジで何してるの、毎日何をして過ごして何が楽しいんだろうっていうふうに思いますね。はい、それぐらい本当に友達がいない。よろしく。次、周りのみんなに男は絶対に浮気するって言われて腹が立つんだけど、そんなことないよねルナちゃん。そんなことはないと思いますよ。浮気する人もいるけどね、男が絶対浮気するってことはないんじゃないかな。なんかそういうこと言う人ってさ、したことあるよね。したことはないにしても、そういうなんか浮気未遂みたいなことはしたことあるんじゃないとかいうふうに疑ってしまいます、私なら。そんなこと言われるとあるんじゃんみたいなそっちがあるから言ってんじゃんって感じになるよね。ある。次、彼氏もいなくてやりたいこともなくて生きる希望がないですね。そんなこと言わないね。そんなことないです。彼氏がいなくてもぶち上げれるし、やりたいことをこれから見つけていけばいいし、てかやりたいことがなくても別にいいんじゃんとか思うけど、それが全てじゃないというか、いろんな楽しみ方があると思っているので、私はまあ時には自分の夢を叶える過程だとか、自分の好きなことをするために嫌なことはしないといけないことはあるよ。あるんだけど、本当に嫌だみたいな、死ぬほど嫌だみたいなことは別にしなくていいんじゃない。それでどうなっても自分の責任だからね。それはもう20歳超えたら自分の責任なんでね、全部が。できる希望はないとか言わないでください。まだ若いんだから。今後がもうこの先何年あると思ってんの。80年あるからね。そうルナの動画を見て、そういう時はよろしくな。生きる希望がないなと思ったらこの動画を見に行ってください。私がいますよ。次、ルナちゃんの人生の楽しみ方を教えてください。ルナはね、楽しいと思うこといっぱいあるの。
ファッションもそうだし、今やってるその仕事、ジュエリーのこととか YouTube も楽しいし、そういうなんか楽しいことを見つけていくのがルナは自分でうまいと思ってる。なんか一人でも結構楽しいんですよね、私なんか楽しみを作って、なんか小さい楽しみでもよくない？自分が楽しいと思えることであれば別に人の目を気にすることなんてないし、ずーっと楽しい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 ばっかりじゃないかもしれないですけど、 9.9 割楽しいで 0.1 割悲しかったりマインドねってなる時もあるけど、もうめちゃめちゃ楽しい。今は楽しい。今はよかったらいいんですよ。今を生きる、今を生きる。次、自分らしさって何？ルナは自分らしさを知ってる。自分にしかできないことって本当にあると思う。ルナはね、その自分らしさを見つけるのは誰でもなく自分だよ。自分で見つけないといけない。だかららしくっていうのはもうこのままで、今のままでいいところを伸ばしていくっていう感じ。長所っていう自分らしさっていうのは長所のところをこのままずっと継続していくっていうのがらしさだと思うから、らしさを、自分らしさを続けていくためには自分のいいところ、長所とか強みを知っていなければならないと思うので、なんか自分のいいとこってなんだろうって考えてみてください。次、隣の芝生が青く見えます。ルナちゃんはそんなことありますか？ないかも、あんまり。でもなんか例えばそうやって青く見えたとしても、まあでもこっちも青いしとか思い当たらない。ごめん。でもないかも、本当に。どういう時に思う？みんなはどういう時に思うのかな。次、大人に早くなりたいと思っているけど気づいたら24歳で焦っています。わかります。私も気持ちは18歳。自分が24歳ってことにびっくりなの。周りがめちゃめちゃ結婚してたりとか子供産んだりとかしてて、それはすごいなって思う。本当にこの年ってなんかすげえなみたいな。自分にだって子供がいたりとか、もう2人おったりとか3人おったりとかする時代なのね。だからいやーみたいな、自分では考えられないとか思うけど、でも逆に向こうからしたらこうやって YouTube やったりとか、こうたくさんの人に見てもらえる機会があったりとか、ブランドやってることがすごい考えられないっていうことだと思うので、結構みんなそうやって思って生きてるんじゃないかなって思う。いざ自分が24歳になったら全然中身は子供だし、まだ18、19の時と変わんないし、なんかだんだん体だけ大きくなっていって、で社会周りだけ目線が違くなっていって、自分だけ追いついてないっていうのは現実で、それのギャップにやられる時はたまにあるけど、なんかそんなに焦んなくていいよ。ルナもこんな感じだしそう、でもこんな感じでいたいと思います、ずっと。なんかルナは24歳だけどもう大人だけど、そう、18、19の時の気持ち、なんかワクワクする気持ちとかドキドキする気持ちとか、そういうのは忘れたくないし、ずっとこういう感じでいたいと思うから、全然焦る時もあるけど焦らなくていいと思う。これから先の方が長いからね。なんか24、25の時はみんな焦ります。20代はみんな焦るからねっていうルナの考えなんですけど、だから焦って当然だし、焦っていい、なんか焦ることが悪いことじゃないし、焦らなくていいと思う。なるようになるし、生きてたら。という感じです。どうでしたか今日は。なんかちょっとシャンパンのお酒も入ってほろ酔いというか、なんかそんな感じ。先輩美味しかったです。全部飲んでないけど美味しいです。ちょっと顔赤いかも。ということで今日の質問コーナーは終わりです。今回は人生相談でしたので、次は何の相談がいいかコメントしてくださいまあみんなのためになるかわからないけれども、ためになったりとか、なんか勇気をもらえたりとかしたら嬉しいなと思います。一つね、そうファンの子にこの前東京で会った時に言われたことなんですけど、なんかルナちゃんって可愛いただのインスタグラマーで終わってないところが好きですって言われたのよ。なんか自分の夢に向かって頑張っているし、こう尊敬しますみたいな感じで言われて、もうそれがめちゃめちゃ嬉しかったのは、なんか嬉しいと思って、もうこれからも頑張ろうと思いましたわな、本当に。もうだからここに刻みます。この回に刻みます。本当に嬉しかったし、
そうだよねって、なんかやっぱそこが強み、そこも強みルナの私本当に嬉しい。ルナはみんなにこのルナのこの人生の中でにゃんこたちに出会えて本当に嬉しいと思うし、なんかもしルナが今後さもっと大人になっておばあちゃんになってファンの人が一人もいなくなってしまったとしても忘れないと思う、この輝かしい20代のこの時をっていうぐらい本当に毎日刺激的で嬉しいのルナは。みんなはルナの動画とか見てなんか幸せもらったとか嬉しいとか楽しいとか勇気をもらえるとかそういうことを言ってくれるんですけど、こちらの方がね、こちらこそという感じですよ。本当ににゃんこ様々です。なのでね、これからもよろしくお願いしますお互いなんかさ高め合えれたらいいよねっていう感じで、いやこっちから一方発信ってなっちゃうから、そういう機会をポップアップだったりとかなんかそういう会える機会を作ってもっとみんなと増やしていきたいなと思うので、これからも頼めるのをよろしくお願いいたします。はいということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。じゃあこの動画がいいなと思ったらいいねと高評価とコメントもよろしくお願いします。じゃあみんなまた会いましょう。バイバーイ。